電気住職三木大雲です。本日はですね、もう本当にすごく超有名な、YouTube コラボさせていただいておりまして、今回お二人に来ていただいたんですけども、皆さんおそらくもうご存知の方ほとんどだと思うんですけれども、ちょっと自己紹介していただいていいですか？はい。すいません。令和トゥルー。あなたは信じる巷に転がる都市伝説紹介チャンネルをやっています。小池と、アンバサダーのトエです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。もうなんか、恐れ多くて。いや、もうとんでもないこれをさせていただいて、本当にありがとうございます。ああ、そう。なんか私のチャンネルの方で、なんか実は3人でさせていただくっていうのは今回初めてでして。そうなんですね。そうなんですよ。今まで大体対談で1対1でしてることが多かったんですけども、なんか、すごく楽しいチャンネルというか、嬉しいです。なんかたくさんの方といいですね。普段ずっと一人なので。そうですよね。やっぱり3っていう数字はね、非常にパワーがありますから。ご住職さんそれ言うのちょっと失礼じゃないですか。やっぱ3がいいんですよ。ありがとうございます。三位一体という言葉もありますからね。無理やりこじつけて。ありがとうございます。三味ってちょっと宗派が違うんですけど。ああ、失礼しました。怖い。ああ、怖いよ。失礼いたしました。ということで、今回ちょっと私のチャンネルが怪談説法となってまして、皆様からちょっと、なんか、恐怖体験とかあれば、お聞かせ願いたいなと思うんですけども。普段僕のチャンネルでは、都市伝説を主に扱っているので、あんまりオカルトチックなことはやってこないんですけども、自分自身が本当に体験した、ちょっとお話があるので聞いてもらいたいんですよ。ぜひお願いします。これね、以前ムーさんとコラボした時にもお話ししたんですけど、ちょっとね、ミキさんにも聞いてもらいたくて、これがどういうことを意味しているのかってことをちょっと考えて教えてほしいんですよね。まずですね、僕の子供の頃に体験した神秘体験ということなんですけども、どう考えても不思議な力によって、自分自身が変わったなって思うものが、あるんです。で、まずですね、小学校の僕、低学年と高学年、言ったら3年生までと4年生からって、小学校って6年あるんで、もう体の作りから、もう思考から結構ね、1年生と6年生で差があると思うんですけど、半分に割って3年と4年って僕めちゃくちゃ違う人生なんですよ。で、低学年では本当にもう取り柄がなくて、もう地味な、クラスの一人の少年だったんですけど、高学年になるにつれて、ちょっと自分っていうものの、個性が出てきて、友達が増えたりとか、いろんなことができたりっていうのが、変化がね、あったんですね。それがあったおかげで、今こうやって人前で喋っても、ある程度喋れたり、緊張せずにできるようになったと言っても過言ではない。そのきっかけがここにあるんです。で、それが何かというと、2つあるんですけども、まず1つ目が、足が速くなった。小学生って、単純なんで、誰がモテるって言ったら足の速い子とか、わかります。あるじゃないですか。足が速いだけでモテたりとか、自信がついたりするんですよね。で、その延長線上で、中学校では僕短距離の、選手に選ばれて、未だにその中学校のレコード抜かれてないはずですよ。100メートルの記録を。で、それまではだってめちゃくちゃ遅かったんですよ。で、あと2つ目、絵が上手くなったんですよ。で、絵も学校卒業後、デザイナーになったんです、僕はね。YouTube になる前はデザイナーもやってたんで。で、それも、この時の小学校で、花開いたというか、上手くなったんですけども、で、なぜ2つがですね、急に伸びたのかって、不思議に思いませんか？これですね、小学校2年間、多分3年生だと思うんですけども、その時、ちょっとターニングポイントがありまして、足が速くなるために別に僕特別な特訓をしたわけでも、練習したわけでも実はないんですね。とある日に突然速くなったんですよ。そんなこと普通ないじゃないですか。これなんでそうなったかというと、こちらちょっとご覧ください。このね、掛け軸にちょっと秘密があるんです。こちら見たことありますか？幽霊が。そうです。幽霊画なんですね。この掛け軸ですね。足のない幽霊ということで。これ見た人がわかるんですけども、有名な幽霊画なんですけども、これ描いたのが丸山応挙さんっていう方で有名ですよね。この人がそもそも足のない幽霊の絵を広めた第一人者というふうに言われていて、みんなお化け描いて幽霊描いてって言ったら大体足描かないじゃないですか。確かに。それはもう丸山応挙さんがこのスタイルを作ったというふうに言われてるわけですけど、じゃあこの丸山応挙さんってどんな人物かと言いますと、エピソードがありまして、絵描きとして、旅をして、若かりし頃の丸山応挙さんが旅をしていって、その中に宿に泊まりましたと。で、その夜、ちょっと用を足しにトイレに行こうとしたところ、廊下に青白
く、立っている女性がいたと。で、絵描きなので、そこでちょっと怖さをですね、押し殺して、すぐ筆と紙を用意して、描いたのがこの足のない幽霊の絵というふうに言われている。はいはいはい。で、一説によると、お金をあまり持っていなかったので、この絵を宿に残して、宿代としたという説もありますし、で、もう一説によると、不治の病の女の子がいて、その子を描き起こしたとも言われてますよね。で、この絵をですね、もらった宿の、主は、実はたたられちゃったりして、そう、幽霊の、絵を所持した、歴代の所有者は、皆不幸が起こるというふうに言われているような、呪いの絵なんですね。もう言ったら、早瀬さんとかがもう所有しているような呪物です、いわゆるね。で、一時は幽霊の絵を見ただけで死んでしまうと言われるぐらい、呪いがかかってたわけですけども。じゃあ、この絵が今どこにあるか皆さんご存知ですかと。これ、ご存知ですか？いや、丸山応挙さんの書かれたものって結構全国に。そうです。散らばってますよね。ありますよね。はい。実はこのですね、幽霊画はですね、僕の地元にあるんです。僕、地元はですね、静岡県の藤枝市なんですけど、それにお隣の町、島田市があるんですけども、そのですね、島田市にある白岩寺というお寺に今あります。はい。で、これね、一般公開もしてたりするんですけど、今は、残念ながら非公開とされていますけども、この絵、曰く付きのため、供養しなければいけないということで、そのお寺に供養、保管されることになったという歴史があるんですね。で、島田市のちゃんと観光協会のホームページも載ってるんです。はい、これ公認なんですね。で実はですね、この幽霊の絵っていうのを一般公開を過去にしておりまして、それを見に行ったんです。僕3年生の頃に。しかもね、触っちゃったんですよ、僕。そう。で、小屋下を始めてから、ふとね、思い出して、親父にちょっと電話して聞いたんです、その時のことを。そしたら確かに、お前の記憶の通り、白岩寺に行って幽霊の絵を見たぞと。で、その時に、住職さんが絵を出してきてくれて、これやでって思ったのを、僕は子供なのにペタってこう触っちゃってるんですよ。で、この絵に触ってから、なんとなく足が速くなってるんですよね。で、それぐらいしか思いつかないです。別に本当に僕は練習したわけでもないんで。なるほど。そう。で、絵を触りながら、なんか小学生が、お願い事をするかのごとく、足が速くなるように、絵が上手くなるようにってお願いを多分してると思うんですね。で、その子供の頃に、その絵を見た僕は、まずね、足がなくてかわいそうって多分思ったんですよ。だから、なんか早く歩けたらいいのにね、足があったらっていう思いで、それがなんか自分に移って、足を速くさせてくれたのがって、自分ではプラスに思うようにしてるんです、そうやって。はい。で、その結果、何の特訓をしなくてもそうなれたというふうに思ってるんだけども、その絵も同じくです。はい。その3年生の時に、この掛け軸と出会ったことが、全ての僕の運命のターニングポイントだったということなんですね。幽霊の掛け軸ということ自体は、岩付きの絵であるものの、実体験としては、プラスな出来事があったアイテムなので、呪いとアイテムと呼ばれているものが人によっては、いい幸運のアイテムになるんじゃないかなっていうようなお話でした。なるほど。いかがでしょうか？いや、これはね、実は私ね、こういうことかなって思うことがいくつかあって、まず一番最初に、私も実は、幼稚園に上がる前ぐらいに、夏ね、タオルケットをお腹にかけて寝てたんですよ。で遊び疲れてなんかバタッと倒れてたんだけど、母親がかけてくれてたんですけど、そしたら、実家がお寺だったということもあるのかもしれませんけど、金縛りに会いまして。生まれて初めて。生まれて初めてって、まだ4、5歳の頃ですけどね。で、子供ながらに、これが金縛りかって。すごい。お寺で育ってたからそう思ったのかわかんないですけど、金縛りを知ってたんですよ。で、金縛りがあっと会ってる時にね、明らかに男性がうろうろ私の周り歩いて。で、足ちょうだいって歩くんですよ。で、子供ながらに、お化けは足がないから欲しがってるのかなと思って、でも僕の足はあげないって言ったら、とかっていうなんか苦しそうな声を上げて、私の足元にその人が行って、私の両足掴んでバッと引っ張ったんですよ。そしたらズルズルってもう映像が撮れてたらすごかっただろうなと思うんですけど、もう枕から頭が取れて、もうタオルケットまで顔に被るぐらい引っ張られて、でも足ついてるからよかったっていうのから、私も足速くなったんですよ。やっぱあるんだな、それ。で、私これ思うのが、お経を紐解くとですね、どういうことかというと、質本心故っていうお経の言葉があるんですけど、本心を失えるがゆえに、人はいろんなことに悩むっていう。で、例えばこの本心って何かっていうと、前世の記憶なんです。前世、ちょっとかけっこしてるとか、
絵を描いてるとかっていう人って、実は実家っていう言い方するんですけど、欲とは別で自分が向上する思いっていうのは、来世持ち越せるんですよ。で今されてることを頑張って、例えば英語の勉強してると、来世語学堪能な人になるんです。すごい。ただそれを忘れてしまってるんですよ。前世何だったか忘れて。なるほどね。だから本心を失えるがゆえにいろんなことに悩んで、自分は一体なぜ生まれてきたのかって。でもそれを、もしかすると丸山応挙の絵を触られた瞬間に思い出して、で、自分そういえばかけっこ得意だったとか、絵描けるわとかっていうことを思い出されて、なんかそうなった可能性はありますよね。これ、前ね、冒頭でも言ったんですけども、月刊ムーさんとの YouTube チャンネルコラボでお話ししたって言ったじゃないですか。続きなんですよ、今日。続きがあって、それをなんか、ふと思い出して、僕ね、この見てたんですよ、自宅で。そのムーさんとのコラボのやつが自分がどんな風に言ってたっけかなってチェックしてたら、この丸山応挙の話をしてて、面白い話やったなと思って、LINE がポンと入って、誰がって言ったら、桂先生だったんですよね。アイズとかウィングマンとかの作者で、あと、タイバニとかのキャラクターデザイン者の桂先生が LINE が入って、パーって開いてみたら、これが出てきて、俺すっごいビビって、ごめんなさい、今出せないと思うんですけども、幽霊を掛け軸風に描きましたってイラストが送られてきたんです。急にですよ。で、これも、掛け軸に書いてみました。思わず書いてて楽しかったものでっていう風に、何の理由もなく僕に送っていいんですよ。だから怖くなってちょっとそれも、引き寄せるんだなと思って。私の携帯じゃないですよね。僕の携帯です、これは。私の携帯にも、桂先生から同じ絵が送られてきました。いや、すごいですね。だから今日コラボすることを示唆してるのすげえ。いや、ちょっと、怖くなって。怖いというよりも不思議に思いましたね。すごい。そうですね。何かやっぱり縁というか、目に見えない何かがやっぱりあって、それがやっぱりこう、繋がったり、途切れたりっていうのがあるんでしょうね。いや、すごいなぁ。なんか、おそらく、これをご覧の皆様の中にも、自分には得意なものがないとか、思ってられる方もしおられたら、絶対前世の何かがあるので、諦めずにいろんなことにチャレンジしていただいたら、足が突然速くなったり、私50歳なんですけども、50歳になって突然、ジャンプ力がね、すごくついたり、それなんか役に立つのかどうかわかんないですけど、何か思い出すともしかすると、なんかそういうことがあるかもしれませんので、なんか今何もない方は頑張っていただきたいですね。いや、本当に、僕ね、もちろん努力することや練習すること大事なんですけども、何か一つね、こういういい思いでいれば何か花開く部分もあるかもしれませんからね、ポジティブに考えて、ぜひやっていただければ。ありがとうございます。貴重なお話。とんでもないです。ありがとうございます。ただ、うちの東也くん、僕を超える話持ってます。やっぱりね、話させてもらおうと思うわけなんですけど。ぜひお願いします。僕結構ね、これビビったというか、これなんなんやろうっていうことがありまして、それは僕、学生の時、バイトをしてたわけなんですよ。ちなみにお寺で、生まれるとバイトってするんですか？します。私もコンビニエンスストアで。菊池さん、僕もセブンイレブンで働いてたんですけど。私デイリーストアでした。マニアックなところでしたね。やっぱそんなバイトしてたら、夜遅くなる時とかもやっぱあるじゃないですか。普通にやっぱ夜勤とかもあるわけなんですし。で、ギリギリその日は終電で帰ったわけなんですよ。で、終電で帰って、だいたい家まで自転車で10分15分かかるわけなんですけど、もう家でもう何度も通ってる道。ただ、そこの近く、小学校通る道もあって、この道で、今日は帰ろうってなんとなく思って、その日も帰ってたんですよ。で、そしたら、その小学校のところを通り過ぎて、一回角曲がるんですけど、その曲がったあたりで、なんかね、夜中やのに、めちゃくちゃちっちゃい男の子がおるんですよ。で、なんか立ち尽くしていて、と思うわけなんですよ。と思わずもう自転車止めるわけなんですよね。なんかおかしいな、いつも子供なんておらんのにと。で、もしかしたら、ちょっとやっぱうちの地域って、正直に言うと、あんまりちょっと治安がよろしくないというか、ちょっとね、そういう感じの地域やったんで、この子もしかして最近流行りの、虐待とか、ネグレクトとか、そういうの受けちゃってる子なんかなって思って、心配になっちゃったんですよね。心配になっちゃったんで、大丈夫って声が来たんですよ。そしたら、
全然返答なくて、なんか、ちょっと空気も異様やったんですよ。なんかもう、普通にやっぱ人と話してたら、なんとなくぬくもりとか、なんかまあ無視されてても、無視されてんなとかいう感覚ってあるじゃないですか。まあ僕もね、中学校の時無視された時にすごい悲しい思いをしたんですけど、でもなんかそういう感じじゃなくて、あれこれは俺は人に話しかけてんのかってちょっと思ったんですよ。でちょっと怖くなって離れようと思って自転車乗って、でもあんまりその子の方見ないようにも再び走り出したんですね。で、走ってまた一つ角曲がったところで、急に自転車が重くなるんですよ。足取りが。で、ここに、めちゃくちゃなんか息遣いが、はぁ、はぁっていうような、聞こえるんですね。怖いって思って、急いでチャリこぐんですけど、やっぱチャリが重いからもうなかなか進まへんと。で、これ息遣いずっと聞こえる。うわ、やばいって思って、もう家に帰って一生懸命ダッシュしてたら、ふっと消えて、もうそっから先は特に何もなかったんですけど、あれ何っていう。ただ、やっぱあの時にここの息遣いに対してこう振り返ってたら、もしかしたら、とんでもない事故に巻き込まれた。なるほど。そういうことがあったんですよね。なるほど。怖っ。いや、これをご覧の皆様の中で今自転車乗ってる方はもう震えてられると思いますけど。自転車乗りながら聞くなっていう話ですけどね。そうですね。危ないからね、普通に。でもね、子供がついてくると言えば、うちのお寺もそうなんです。今、とあるところに、ご祈祷に行きまして、で、お経を読んで、ついておいでっていう気持ちでね、あの世へ行きたいとかっていう思いがないな、この世に留まりたいなら、お寺までついておいでってお経をあげ終わって、エレベーターに乗って、で、エレベーターで8階だったんですけど、1階にずっと向かう最中にエレベーターの上になんかモニターみたいなのがついてて、あそこにね、女の子が映ってて、あれと思って振り返ったら誰もいないんですけど、でもその帰りしな、少し私も怖くなって、ガソリンスタンド寄ったんですよ。こうこと明るいですから。で、そこ行きましたらね、窓拭いてるお兄さんが、なんか、後ろのお子さんにどうぞって言って、お菓子くださって。誰も乗ってないのに。で、ついてきてるんですよね。で、その子がたまに、今回このスタジオ来させていただく途中も、なんか、喫茶店とか入ると、お子さんの椅子いりますとか。いや、お子様いないんですけど、っていうことはもうしょっちゅうあるんですよ。だから、もしかしたら、ついておいでって言うとついてきてたかもしれませんね。なるほどね。ちなみにその子は、ミキさんの隠し子とか。いや、ではないです。怖いですね。怖いですねって。はい。普通のあれですよ。はい。いや、そうなんですよ。なるほど。そんなことがあるんですね。そうなんです。だからなんか、人間っていうのは死んでそこで終わりでは決してなくって、続きがあって、で、来世、最初のお話であったような実家が残って、本心を思い出すことがまたこの世であったり、あるいはまあこの世に留まってるから不幸っていうこともなくって、そのお子さんもそうですけども、亡くなられた後その場所におられるのは、なんか楽しいからいるんでしょうね、きっと。だからなんか自爆霊とかってなんか怖い言い方しますけど、私はそうではなくって、楽しんでそこにいると思うんです。例えば私が明日死にますね。毎週私本屋さんに出るわけですよ。あの人なんかお坊さんやのに成仏してないって言われそうですけど、それが私にとっての成仏で、やっぱりジャンプ発売日には本屋さんに現れては、ワンピースって何やろっていう。確かに。最後まで見たくなりますけど、ね。それはその通りです。だからそれはそれでその人の幸せというか。なるほど。だからなんか外から見て、あの人は幸せそうだとか、あの人は不幸そうだとかって判断してしまいがちですけども、なんか人それぞれの幸福があるんでしょうね。確かに。だからなんか皆さん、これをまた見ていただいて、皆さんも、なんか今ちょっとしんどいなと思ってる方も、努力していただいて、自分から動き出すことでまた未来が変わるので、そうしていただけたらなというふうに思います。ということで本日は本当にもう長い時間ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。